新作パーツがいっぱいできたということで、じゃあちょっと紹介していただいてよろしいですか。はい、まずじゃあバッテリープレートですか。そうですね。バッテリープレートがこんな感じですね。まあバッテリーの位置をやっぱりこのデッキケースの上とかこのモーター軸、スパー軸の上ぐらいに持ってくると、かなり車の動きに変化が出るんで、まあここに作られたらなっていうんで考えて、まあ、簡易的に作ったのをメタルガレージさんがちょっと商品にしたいということで作ってもらったんですね。これは何でしたっけ。これはヨコモの DRD 用のホルダーですね。これはまだ現行で手に入る。ギリ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 手に入ります。なるほど。これは位置が3段階選べるっていう。これがまあリバーシブルにすあ、そうか。れば最悪これを逆にすればこっち側にも後ろにも持ってこれるんで、一応6段階。なるほどなるほど。はい、まあいろいろやったんですけど、今アンプも後ろ持ってきちゃったので、今はこの位置で、まあ若干コースによってずらしていく感じ。まあほぼほぼ今この2つを使ってます。ああ、この一番こっち側の、はい、高さ的にはどんな感じ。高さ的には今多分8ミリぐらいかな。これもかなり高さで動き。そうですね、高さで動きは変わりますね。貸し借りとかにしたければそれこそもう20ミリ30ミリ、いくらでも高くつけてもらっても大丈夫ですし。最初から穴が開いてるんですもんね。開いてなかったでしょ。要はこの位置です。アッパーデッキの止めるところに。そうですね。でこの位置が要はアッパーアームの受けが入るところでビスが止まってるんで、そこを使ってます。なるほど。じゃあまあこれアッパーデッキと一緒に押さえてしまってるってことですよね。そうですね。これはアッパーデッキと一緒に押さえてます、ね。アッパーアームとそうですね。はい、これがまんま後ろにもあるんですもんね。そうですね。なるほど。でまあここにもつきますし、この穴の位置関係、この穴の位置関係ってここのなんだこれショックタワーの取り付けのここも同じ位置なんで、まあ、例えばの話できるんであればという後ろとかに縦付けにすることも可能です。ああ、縦付け、後ろにトラクションが欲しいとか。なるほどね。縦付けえぐいな。えぐいですね。どこに立ったらつけるんですか。これのこのアンプはなくなってここになるほど、ね、何か立てつけると、まあこの辺のだからボディのマウントとかはまた別の話ですけど。なるほどなるほど。その辺は他のところにつけてここにつけるってことも可能、でも可能ですね。大変なことになりますね。どうなるかわかんないですけどね。すごい。一番後ろにサーブまで行ってバランスを取ってるってことですね。まあそうですね。バッテリーを上に持ってきちゃったんで、左右の重量バランスがだいぶ狂っちゃうんですよ。右の方が重くなっちゃうっていうんで、いろんなものこっちまた重りを乗っけてみたりとか、いろいろやってみたんですけど、やっぱりモーターの次に一番重いのはサーボなんで、まあ、サーボここに持ってくるといいんじゃないかなっていうのは昔から思ってたんですよ。確かになかなかやる勇気がなくていたんですけど、まあ1台関東でサーボ同じようにしてた人がいたんで、じゃあやっちゃうかっていう形でやってみました。はあ、すごいっすよね。まあ長いサーボ音がこんだけ必要なんですか。そうですね。だから RDX とかでも今サーボを後ろに下げてる人たちいっぱいいるんで、まあそれとほぼ同じような。これはどこのパーツですか。これは TN レーシングの昔4駆の頃にシーソーって言ってこうやっぱりこう貸し借り的なことをやるのをこのフロントのショックアブソーバーにこれをリンクさせて動きを出すっていうのに使ってたリンクを使ってます。まあ本当はこのリンクは逆が多分いいんでしょうけど、できればこの中に収めたかったんで、ちょっと今回は試験的にこっち側にして。なるほどね。これは何ですか。これも TN レーシングさんのアッパーデッキですね。02用のツーリング用のアッパーデッキ。今結構効きます。効きますね。で多分全部ここ削っちゃったんですよ。本当だ。センターのボーンとか。本当だ。しかもここまで削ってここもなんか切れ目が、できるだけこうボディが寄れるようにと思って。なるほど。いろいろやってみた結果、
よれすぎちゃってよれすぎる。そうよれすぎちゃってちょっと良くないんじゃないのって話になった時に、まあいろんな人に話を聞いたらもうほぼほぼ 100% でアッパーデッキつけたらっていう意見だったんで、まあ本来ならだからここ残しちゃえば残しといた方がいいのかな。でもトラクション上がるわけですよね。トラクションは確かに上がりますね。いやじゃあこの気になるアッカーマンプレート。そうですね。あと2つあるんで、アッカーマンプレートはまあここのワイパーの取り付け左右あるんですけれども、これが純正の取り付け位置より2ミリ広くなるように穴位置を広げたプレートになってます。2ミリずつってことは計4ミリってことですか？そうですね。ここの元の位置から2ミリ、こっちものこの位置から2ミリ。でなおかつ前にも2ミリ出してます。これなんかまた穴が3つぐらいありそうな感じですよね。まあ一応テスト的に作ってもらったんで、そこは最初にお願いするときにそこを、まあ、2ミリずつこう外に前に出すようにっていう形で作ったんですけど、まあやった結果この2番目の位置が一番いいかな。で一番大元の位置が純正位置です。ここがベースの位置で、その次が2ミリ外の2ミリ前になるんで、まあ、この純正の位置でもいいんですけど、吊り下げ式のワイパーになるんで、上からここだけで指示ができるので、ここ2本外すとポコって外れるんで整備性がいいのと、吊り下げ式でだからできるだけ下にシャシ側に近くなるようにはしてます。もともとあったワイパーポストに、まずつけて吊り下げてるっていうことですね。もともとのワイパーポストはもう今何もしてないです。プロペラシャフトがここに入るときに入ってカバーするところがあるんですけど、そこに2個穴が開いてて、そこにプレートをつけるようにして、でそこでグーって持ち上げてワイパーを垂らしてる感じ。なるほどね。もう強度的にもでも十分。強度的には全然問題ないですね。でまあ狙いとしてはもうこっち側、外側の切れをもっと増すためにやってますね。多分ノーマルだとこのぐらい、こっちがマックス切れてもこのぐらいになるんですけど、それをだからもうちょっと切れるようにして、まあ、深い角度の時に余裕を持たせるようにっていうのが狙いですね。これは気になるアイテムですね。そうですね。いろいろ、まあ、これやってから例えば高速からの血侵入とかっていうのにも、まあ、できるとは言わないですけど、挑戦できるようにはなりましたね。RDX についていけるかもしれないですね。RDX、ごめんなさい、僕結構ねこの車 RDX だって嘘ついてなるほど。じゃあしてたんで遜色ないということですね。いやこの車ボディ外さなければ RDX だったと思ってる人がいるとかいないとか。なるほど。遜色ないということで。はい。あとはもう一品。あともう一個は、これ結構わかります？本当だ。確かに。はい。このカバーがこのギアカバーをなくして、その代わりにこのプレートをつけて、これがプロペラシャフトのアウトプットで、ここにベアリングがあるんですけど、このベアリングをこれで押さえてます。はあ、すごっ。確かにここ結構ガタもあるし、ガタが結構あるんですよね。でベアリング入れても結構ガコガコってかなり上下動があったんですけど、今はもうほぼこれすごいな。ないですね。でこれによってターボブーストかけて高回転まで回してもそこの軸にガタが出ないんで、TT の人しか分かんないと思いますけど、ドリパケとか GRK とかって、このピニオンはシャフトにボルトがついて、しっかりこのピニオンが止まるように、一体化するようにできてるんですけど、TT って別にただスプラインが切ってあってスポッと入ってるだけなんで、結構ここにガタが出るんですよね。だから回転数上げちゃうとここにもガタが出てる、ここにもガタが出てるっていうと、こうなっていろんなこういうガタが出て壊れる可能性高いんですけど、ここを止めることによってガタつきをかなり抑えられるので、
ギアのメカニカルノイズって TT の泣きどころですからね。そうですね。これでもうほぼほぼ解決できる。ほぼほぼ解決しましたね。今ちょっとねスパーギアが一回ちょっと舐めちゃったんで、スパーの音でちょっとギャーギャー言ってますけど、デフ自体の音は全然しないですね。いやすごいですね。これもラフさんの名前がついてるんですか？一応ついてます。おお、なんていう名称なんですか？全部ラフプレート。全部ラフプレート。全部ラフプレートです。全部ラフプレートなんですか？3点セットでいくらぐらいなんでしたっけ？これがね3000円の2000円いかないぐらい。あでこれが多分これも1000いくらだと思います。いやそれだから、欲しいですよね。3つでまあこの辺はねカラー使ったりとか、この辺の取り付けの仕方とか考えなくちゃならないんですけど、もうここはもう高さに合わせたカラーを入れて2個つけるだけだし、これも高さに合わせたこういうトップラインさんのカラーをつけてもう2点で止めて、あとはもう配線だけバッテリーが来るようにしてもらえればつきますし、これはもう結構タミヤの人たちは自作で作っちゃう人もいるんで、いろいろまあ違うところから取り付けしたりとかもありますけど、自分的にはこのデフの上のところの2つの穴で直でつけてあげても結構駆動はかかるんで悪くはないかなと思います。素晴らしいですね。あとメタルガレージさんの林さんもやってる TT01 用のこの間買った、やっぱまずいんですか？01用02用は。いやそれをまずくなく一生懸命頑張りましたやっぱり一生懸命頑張った結果リアの足回り変わりましたよついに純正足からだいぶ進化した進化させました。無理やり今 YD2 の足がついてます。ほう、本当だ、すごっ、つくんすね。まあそうですね、タイプ S のこのシャフトのセットを使えば、01よりは選択肢が広いんで大体何でも入りますね。なるほどね。01はここの間がものすごくこれよりもっと狭いんですよ。23ミリ狭いんで、YD 系のを使うにも多分2ミリぐらい削ったりとかする。レイブ D のサスアームとかだとそのまま入ったりとかっていうのがあるんですけど、02の場合は大体何でも3ミリシャフトの車なら大体何でも入ります。でもトレッドとかも多少広くはなりますよね。YD やして一応トレッドはほぼ変わらないです今は。02ってサスアームが短い割にハブが長いんですよ。なのでトータルで見るとそんな変わらないです。なるほど。ただその視点のこのハブの視点とか変わるんで、レバー比が変わっていろいろ特性が変わるみたいですね。なるほどね。いやなんか整っててかっこいいですもんね。結構最初の01初号機あったじゃないですか、インプレッサーの、あれに近いぐらいになってきましたねそうですね。RDX に匹敵するということで。匹敵するかどうかわからないですけど、少なくとも今自分の持ってる RDX とはそんなに変わらないです。おお、素晴らしいですね。今試乗チェック。おい惜しい。なんかあれだな、この辺が繊細よ。おいいじゃないですか。いいじゃないですか。さすが MRC ワークス。やっぱあれじゃないですか、上手い人の余韻が残ってるんじゃないですか。いいですね。なんかちょっと目でかくなったんじゃないですか。集中すると目大きくなっちゃう。いいねいいね。いやいいわ。
Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive.